今回はブラタモリ、都内で大人気のせんべろの街、赤羽はどうできたの後追いです。東京限定雑学。タモリさんたちが最初に訪れたのは赤羽駅東口駅前の赤羽一番街。この場所は1000円でベロベロに酔える、いわゆるせんべろの街としてリーズナブルな飲食店が立ち並ぶエリアです。この飲食店街は多くのメディアでも取り上げられているため、赤羽イコール庶民的で雑多な街というイメージが確立しており、実際歓楽街としての様子が際立つ場所ですが、実はこの光景は東口限定であり、西口はどちらかといえば落ち着いた様子です。このような不思議な対比がある赤羽がどのように形成され、現代の姿となったのかを探るのが今回の番組の趣旨でした。タモリさんたちが次に向かったのが西口の常勝寺。このお寺の地にはかつて稲付城というお城が築かれており、一説によればこの城を建てたのが太田道灌であると紹介がありました。太田道灌はご存知、現在の皇居である江戸城を築城した室町時代の武将であり、このことから赤羽という地域は少なくとも室町時代から重要な意味を持つ地域であったことが伺えます。実際赤羽から少し北に行くと、そこには荒川が流れており、城の立つ土地は荒川沿岸と比べ一段高さのあるいわゆる台地であり、江戸方面に攻め入ろうとする北からの軍勢を迎え撃つために守りやすいポイントだったのです。タモリさんたちが次に向かったのは常勝寺から北に1キロほど進んだ整備学園小学校。1950年開校の私立の小学校は、キリスト教カトリックにおいて世界2番目の規模を誇る修道会、サレジオ会が運営するいわゆるお受験系の学校です。ちなみに世界一の規模を誇るカトリック修道会は、皆さんご存知ザビエル率いるイエズス会です。タモリさんたちはこの小学校の屋上に上がりましたが、もちろん一般の方は立ち入ることはできません。番組ではここから東京方面へ伸びる線路を眺めていましたが、そこで言及されたのが線路の本数。赤羽駅は京浜東北線、宇都宮線高崎線、湘南新宿ライン、埼京線など多くの路線の停車駅であり、同時に並行して新幹線も通る鉄道の大通りといえる場所です。これは1883年に上野熊谷間の鉄道が開業して以来、東京と北関東、そして東北へのアクセスの歴史の結果ですが、しかし1883年当時には赤羽駅は存在しませんでした。しかしその2年後の1885年、ある目的を持って駅が作られました。それが東京で分断された2つの鉄道を結ぶこと。1872年に新橋横浜間で日本初の鉄道が開業後、西日本に向けて鉄道の延伸が計画される中で、逆に東日本から東北に向けて延伸が計画されたのが上野から伸びる路線でした。しかし上野熊谷間が開業した1883年当時、上野と新橋の間を結ぶ鉄道は存在していませんでした。本来上野から伸びる路線は当時の日本の輸出品として有名な生糸を一大生産地である北関東から海外への輸出港がある横浜へ運ぶためにありましたが、この状態では上野新橋間で一度荷物を移し替える必要があり、あまりにも非効率でした。そのため2つの駅間を鉄道で結ぶことが急務だったのです。しかし2つの駅間は直線的に最短距離で結ぶのが理想的であったものの、その間の銀座や日本橋付近は江戸時代から発展しているエリアであり、鉄道を通すための用地買収が事実上不可能でした。そのため江戸時代には郊外として知られ、明治に入ってもまだ発展途上であった江戸城、
つまり皇居の西側を通る鉄道を建設。それが品川と赤羽間を結ぶ現在の山手線や埼京線、湘南新宿ラインが通るルートです。そして番組ではこのルートが赤羽を終着点とした理由が語られていました。それが北側を流れる荒川。新宿方面から伸びる路線をなだらかに荒川を越えた先で結ぶ場合、一度品川から伸びた線路が川を渡る必要がありますが、この場合新しく橋を建設しなくてはいけません。しかし当時の技術では橋を渡る鉄道橋には莫大な費用が必要でした。そのため川よりも手前で2つの路線を結ぶことにより、その先の橋が1つで済むため、橋の手前である赤羽付近で鉄道が結ばれたのです。鉄道駅の開業を機に赤羽は発展していきますが、それを勢いづけたあるものの痕跡が小学校に隣接する赤羽八幡神社にあります。この神社の特徴は境内の下を鉄道が通っているということですが、ブラタモリで注目したのは境内の参道と緑の空き地。通常参道はまっすぐ外側と結ばれますが、なぜかこの神社はカーブを描く不自然な形をしています。そしてそこに寄り添う空き地は、かつてここに何かがあったことを予感させます。実はこの奇妙な空き地はいわゆる廃線跡であり、ここには1900年代初頭から70年代頃まで線路が通っていました。そしてその線路に合わせて参道が曲げられたのです。線路はその先、現在は緑地となっている場所を結び、当時はある施設にたどり着きました。それが軍用地です。赤羽のある北区に隣接する板橋区には、1876年に石神井川の潤沢な水を動力とした陸軍の火薬工場が完成しており、その周囲には軍需産業の関連施設が次々と建設され、戦前期には板橋から赤羽に至るエリアは兵器や軍服の製造、そして保管などの施設が立ち並ぶ軍の都、つまり軍都として発展し、これが富国強兵を掲げた時代においては町の発展に大きく寄与しました。この地域は戦後においてはアメリカ軍に接収され、引き続き基地として使用されますが、変化が訪れるのが1958年です。タモリさんたちが訪れたのは、戦前には陸軍被服本所、つまり軍服などの製造を担う工場だった場所。この年からアメリカ軍に接収されていた赤羽一帯の軍用地が段階的に返還されることとなり、一部は学校などの建設に充てられましたが、多くの土地は当時高度経済成長期に入り、住宅不足が深刻化していた東京における受け皿の建設に回されることになります。そして作られたのが赤羽台団地です。これは日本住宅公団が計画した当時23区最大の総戸数3373戸を誇る中所得者向けの住宅であり、木造家屋が一般的だった日本に突如現れた鉄筋コンクリートの巨大建造物は、当時の人々にとって未来を感じさせるまさに夢の住宅でした。この団地にはいくつかの特徴があり、その一つが大きな傾きです。通常住宅は日当たりの関係で南向きに作られることがほとんどで、周囲の様子を見ても多くの建物が南を向いています。ところがこの赤羽台団地だけは若干の傾きを持って存在しており、上から見ると違和感があります。このように南側から少しずれて作られている理由は、かつての軍用地の道路を転用しているため。軍用地で使用されていた兵器や物資を運ぶための道路は、まだ未舗装であった日本の道路としてはかなりしっかりした作りであり、これをわざわざ壊す意味はありません。そのため住宅はこの道路に即して作られ、
結果として南から傾きを持って作られたのです。これは日当たりとしては若干不利になるものの、外から見た時に立体的に見え、唯一無二といえる個性を生み出します。このような特徴を持つ赤羽大団地ですが、番組でも紹介があったもう一つの大きな特徴がスターハウスです。上から見ると三菱やメルセデス・ベンツのロゴのようにも見えるこの特徴的な建物は、その形状からスターハウスと言われており、これは団地で一般的な板状の建物を建てることが難しい長方形ではない変形した土地部分などに設置されるものです。これがあることによって単調な板状の住居棟が並ぶ光景にアクセントを加え、団地に一種のおしゃれさを与えることからポイントハウスと呼ばれています。ポイントハウスは小さな箱型のものもあり、これは以前青山の都営住宅の動画でご紹介しましたが、赤羽大団地では複雑な形状のスターハウスが設置されており、これは日本にかなりの数がいると言われている団地マニアから大人気の建物です。スターハウスは独特な形状から各住居の3つの面が外側を向く3面採光となっており、壁が隣の住居と共用されないため音も伝わりにくく、集合住宅でありながら戸建てに近い住み心地で人気があり、団地内ではステータスともなっていました。しかし3面が外側に面しているということは、一般の板状の建物よりも壁の数、窓の数が多い分、建設費が高額になりやすく、時代とともに箱型のポイントハウスに淘汰され、現在ほとんど見られなくなった貴重なものです。このスターハウスは隣の板状の住居棟とともに日本の建築の歴史において重要な意味を持つ遺産として2019年、団地の住居として初の登録有形文化財に認定され、現在この建物は数々の有名建築と同様、日本の宝となっています。番組では紹介はありませんでしたが、北区では赤羽大団地の建設とともに周囲の軍用地にも次々と団地が建設され、これにより赤羽は巨大なベッドタウンとして北区の人口増加と成長に大きな役割を果たしました。この赤羽大団地は2000年から順次建て替えが行われ、現在はヌーベル赤羽台として生まれ変わり、今も多くの人々がここで生活を営んでいます。なお、この団地の一角には戦前から戦後にかけての集合住宅の歴史を伝える完全予約制の博物館 UR 街と暮らしのミュージアムがあり、これもまた団地マニアには大人気の施設です。このように赤羽の西口側は住宅街として成長を続けましたが、最後にタモリさんたちが訪れたのが赤羽一番街を内包する東口。赤羽駅の東口側は戦前には日本製麻、つまり麻布を作る巨大工場を中心に産業が発達しており、そこに雇用された人々の住宅も立ち並ぶ昔から人口の多い地域でした。しかし太平洋戦争末期の空襲によって町は壊人に帰します。ただ戦後には西口側がそのままアメリカ軍の施設として利用され、結果として小規模な商店が立ち並んだ一方、東口側駅前には大きな闇市が作られ、そこに集まる人々と労働者をターゲットとしたいわゆる大人向けの歓楽施設も作られると、東口側に現在の商店街が形成されていくことになったのです。ただしこれら歓楽施設を抱える商店街はかつては都内の至るところにあり、実は赤羽特有の景色ではありませんでした。しかし他の町がバブル期以降の再開発により徐々にいわゆる家族で住みやすい町に変貌していく一方、赤羽に関しては西口側は80年代から90年代にかけて再開発が行われたものの、東口側はその例に漏れたためかつての雰囲気が残ったのです。ただし現在東口側含め赤羽駅周辺で再開発が始まっており、
今後現在の姿は失われていくでしょう。このような再開発はいつの時代も賛否ありますが、ただ言えるのは、この今の赤羽の姿を見れるのは今だけということです。皆さんもブラタモリ本編とこの後追いを利用して赤羽を訪れてみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。